第二次世界大戦によって我が国の主要都市や工業地帯は全くの廃墟となりました。しかしいち早く復興に立ち上がった我が国は国民の絶え間ない努力によって今日の繁栄を築き上げたのです。首都東京、政治経済文化交通の中心として目覚ましい発展を続けています。東京駅、ここに発着する列車は1日2400本。線路の能力いっぱいに列車を走らせていますが運びきれない状態です。乗降客は1日約100万。ホームは乗客であふれています。京浜名古屋京阪神を結ぶ交通の大動脈東海道沿線の工業生産額は全国総生産額の7割を超え、沿線には我が国総人口の4割以上が集中しています。しかも目覚ましい日本の経済成長に伴い輸送量は年々増える一方で東海道線の輸送力は限界に達しています。これを解決するため日本国有鉄道幹線調査会は昭和33年7月早急に別線で後期新幹線を作る必要を運輸大臣に答申しました。政府は直ちに建設を決定し国鉄は全部門の総力を挙げてその第一歩を踏み出したのです。路線決定にはまず航空測量を行い全路線のコースを取り決め同時に技術陣は世界最大のスピードを持ち全く新しい運転方式の列車を頭に描き始めました。そして昭和34年4月20日新丹那トンネル熱海口で歴史的な起工式が行われました。新幹線は全長 515km、 現在線より 41km も短く始発東京駅と終着新大阪駅の間に10の駅を設けて超特急と特急を走らせ、超特急は名古屋と京都のほかは止まりません。新幹線は後期複線で線路の幅はこんなに広くなり、レールは53キロレールと大型になり、枕木は新しい型のコンクリート枕木。レールは溶接したロングレールで1キロ500メートルごとに新しい様式の伸縮継ぎ目を採用し、ポイントもノーズ可動分岐器を開発して継ぎ目から来る騒音や車体の衝撃を完全に除きました。高速運転に備えてルートはできるだけ直線を取り、カーブも現在線に比べてずっと緩やかになっています。また道路鉄道などとは全部立体交差を取り、踏切は一つもなく高速運転での安全を図っています。数々の試験と研究の結果、高速に耐える特殊な設計を加えて試作車両の製作に入りました。幅3メートル38、長さ25メートル。従来の特急電車より一回り大きく、
空気の抵抗を少なくし重心を低くして安全度を高めるため高さはほぼ同じに抑えました。この車両を使って新しい技術の成果を総合的に試験し、さらに改善を加えるため神奈川県の綾瀬小田原間約 37km を試験区間に指定し、鴨宮に基地を設けました。新幹線の路盤工事は我が国始まって以来の大掛かりな土木工事といえましょう。盛り土区間の構築、新しい路線の建設は用地問題に始まり、その解決をもって終わると言われるほど用地の獲得は難しいものです。関係者の理解と協力によって移転作業は順調に進められました。路盤に積み上げたバラストはコンパクターで十分に固めます。25メートルレールを溶接して100メートルあるいはもっと長いロングレールにします。そしてこのレールに二重弾性締結でコンクリート枕木をつけた気橋を作ります。現場に運ばれてきた気橋は門型クレーンで吊り上げ、静かに前に押し出して吊り下ろします。これを繰り返して前へ伸ばします。これは気橋敷設車による線路敷設の方法で国鉄独特のものです。この他にもいろいろな工法が取られました。こうして敷設されたレールは現場で継ぎ目を溶接します。これで継ぎ目なしのロングレールが出来上がります。レールを敷設した後、マルチプルタイタンパーを使って導床を十分に突き固め、高速に耐える強固な線路に仕上げます。レールがつながると架線工事です。トロリー線に傷や癖ができないよう慎重に工事を進めます。高速で走る新幹線では電気を常に安定して車両に送り込まなければなりません。この合成コンパウンド架線はその役割を果たします。
試験区間の完成とともに現在線を使って慎重に運ばれてきた試作第1号車鴨宮基地に到着。アイボリーホワイトとライトブリューのツートンカラーに塗り分けた優美な車体。度重なる速度向上試運転を経て、ついに最高速度試運転の日がやってきました。保安要員も測定技術員も配置につきます。かくて最高時速256キロを示す大記録が生まれました。時に昭和38年3月30日午前9時46分32秒。国鉄技術陣の構想はここに具体的成果となって実を結びました。このような高性能の運転はそのほとんどが電子頭脳に頼るとはいえ、その原理を理解し非常の場合適切な処置を取ることのできる乗務員と整備員が必要です。ここで教習を受ける人たちは職員の中から脳波検査などにより厳選された人ばかりです。こうして高速運転に適応した素質を高度の教育と訓練によって完成させ、やがて優れた運転士や整備員として巣立ってゆくのです。始発駅はいろいろの候補地を検討しましたが、乗り換え客の便宜の上から結局今の東京駅と並ぶことに決まりました。東京駅の改修工事は乗り降り客の大変な混雑の中で進められました。深層を築き、地上と地下同時に作業を進める方式です。ホームの北の端には総合指令所ができます。新しい八重洲口の駅は混雑を防ぎ、乗り降りのコースが分かりやすいように設計され、名店街は地下1階に、また地下鉄との連絡通路もできます。終着新大阪駅は今の大阪駅の北方4キロの東淀川区宮原に決まりました。これは将来西に伸びる予定の山陽新幹線の計画を考慮した上のことで、新駅は延長430メートル、
高さ21メートル。そのほとんどが鉄骨によって組み立てられ、建築上では東京駅とはまた違った様式が取られています。新幹線が開通すると山陽山陰方面への新しい連絡駅となります。市の地下鉄もここまで伸びて大阪の中心地区と結ばれます。あらゆる工事の中で一番大切なのが基礎工事です。ここ富士山麓の浮島ヶ原にほど近い柳沢の水田を横切る高架では、一本の橋脚の基礎に直径50センチの鉄管を溶接して継ぎ足し、地下40数メートルの岩盤に達するまで18本も打ち込み、その上に土台を据えました。地下40メートルといえば丸ビルの高さより深いのです。新幹線の橋梁のうち一番長い富士川橋梁は全長1キロ400、橋脚の数は27本もあります。橋脚の基礎工事は戦艦工法を取りました。直径6メートルもあるコンクリートの円筒を地下17メートルも深く沈めて硬い地盤に据えました。新幹線の橋桁は同じ規格で作られており、長い橋梁はほとんど同じ型となっています。こうして無駄を省き能率的に工事を進めました。かけ終わった桁は狂いのないようレベルを直して完成します。また沿線には浜名橋梁のように仮設現場で鋼鉄線を入れたコンクリート製の桁を作り、これをかけた橋もたくさんあります。トンネル工事は土と水との戦いです。小田原と熱海の間にある南郷山トンネルの湧水は1分間に2万リットルという驚くほどの水量で、水抜き坑道を掘ったり地盤の悪いところを残して先を掘り進めたり、大変な苦労を払いました。また神津に近い弁天山トンネルでは湧水の後に坑道の真上に大きな空洞が発見され、
この後始末には人知れぬ苦心が払われました。新幹線はできるだけ直線コースを取ったため、トンネルの数は67箇所もあり、その中でも新丹那トンネルは一番長く、延長約8キロ、熱海口と神南口の両方から掘り進めました。新丹那トンネルは併設道路を先に掘り進める半断面工法が取られました。現在の丹那トンネルの完成には16年の歳月を要しましたが、新丹那トンネルはわずか4年しかかかりませんでした。昭和37年9月20日、新丹那トンネルついに貫通。人家の密集する都市の中の工事も大変です。東京都内を通る貨物専用の品格線沿いの工事、この辺りは用地の買収が難しかったので、品格線を利用し鉄道用地いっぱいに直角に切り取って、1日200数十本も通る貨物列車の行き来の中で作業を続けました。そのためある場所では貨物船と並行し、またある場所では世界でも珍しい貨物船の上に2階を作ってその上を通る直上高架にするなどの苦心が払われています。大田区馬込では地下を地下鉄が、その上を貨物船が、その上を第二京浜国道が、そしてその上を新幹線が通るという40立体交差となります。国道は1日の自動車交通量が8万台という幹線道路です。高架の上で複線ローゼ桁を組み立て仮設を待ちます。午前0時、国道の交通も貨物船も全面ストップしました。引き出し式仮設工法によって全長 86.4 メートル、重さ580トン余りの桁は静かに動き出しました。
仮設完了。一夜にして忽然と現れた馬込橋。ここに難工事の一つは見事に克服され、東西はまさに一本の線に結ばれました。新幹線は交流方式の電車列車です。我が国の電力系統は富士川を境として関東は50サイクル、西は60サイクルと周波数が異なっています。これを60サイクルに統一する変電所を2カ所設けました。ローターの組み込みです。西相模の変電所から箱根の山々を越えて沼津の変電所へ電気を送る送電用鉄柱の材料はこうして短時間で仮設現場へ運びました。完成した送電柱に電線を仮設するのもヘリコプター。まず糸口としてナイロンのロープを渡します。それから次第に太い鉄のワイヤーに変えて最後に送電用アルミ線を渡します。新幹線の変電所は沿線に25カ所あり、変電所と変電所の中間に区分所を設け、列車がノッチインのまま通過できるようにしました。変電所も区分所もすべて無人で、東京の総合指令所で遠隔制御します。新幹線に使用されたあらゆる設備、車両、電気機器などは一切国産品で賄われました。これらの高度の技術から生まれた製品は最高時速 210km の高速で走る電車列車のアイデアとともに世界の鉄道関係者の注目と期待を集めています。トランジスタやダイオードを使用してエレクトロニクス化した自動列車制御装置や
列車集中制御装置を全線515キロにわたって採用したのは画期的なことです。昭和39年に入ると営業用車両は大量生産に入って国内の車両工場は新幹線の車両一色に塗りつぶされました。モデル線における試作車両の試運転から得た貴重なデータをもとに新しい車両には数々の改善が施され世界最高の水準を行く車両となっています。完成した車両はボディと台車を分けて続々電車基地へ送り出されて行きます。車両の整備点検清掃を行う電車基地は東京は品川に、大阪型はこの鳥飼に完成しました。整備庫は12両編成の列車がすっぽり収まる広さ。組み立て車庫ではメーカーから到着した車体と部品を組み立てます。また車体を乗せたまま車輪を削る装置が備えられ、車輪はいつも正しい円を保ち乗り心地と安全は格別です。新幹線は1列車12両編成、1等車は2両、2等車は10両、2等車のうち5号車と9号車の半分はビュッフェになっています。定員約1000名、1日30往復程度の運転を行います。エプロンの裏側には障害物を跳ね飛ばす厚い鉄板配焼機があり、車輪の前にも特殊ゴムの配焼機があります。2等車は2人掛けと3人掛け、座席は転換式。1等車は2人掛けで座席は回転式です。ビュッフェには一部座席も取り付けました。洗面所と便所は2両分を1箇所にまとめ、汚水は床下のタンクに収めて終着液で処理します。各車両とも天井の内部に新しいユニット式冷暖房装置を備え、車内はいつも最適の温度を保ち換気も同時に行い清潔で快適な車内となっています。また高速でトンネルに入るときやすれ違いのとき、車両の内と外に生ずる空気の圧力差によって耳にショックを感じないよう車両は気密構造となっています。トンネルに入るときは電波によって自動的にダクトの口が閉まり気圧差が起こりません。このため客室出入りのドアは空気漏れをなくす特殊な構造になっています。ドアを開けるときはハンドルを回し空気を完全に抜いてから開けてください。軽く開きます。これが運転台です。スピードメーターは予備を含めて2つ。列車無線電話も設けました。この運転台には画期的な装置があります。国鉄が新たに開発した ATC 装置、つまり自動列車制御装置です。最高速度 210km の高速運転では今までのように運転士が線路脇の信号を見て運転するわけにはいきません。そこで信号機は全部この運転台に集めました。この車内信号機と ATC 装置、
それとブレーキ制御装置の3つを組み合わせた機構で運転するのですが、これを操作するのは電子頭脳です。まさに運転方式の革命と言えましょう。地上に設けられた無人の ATC 装置からは 3km ごとに区切ったレールにそれぞれ決められたスピードの信号電流が流されています。列車がそのレールの上にかかると、運転台の受信機がその信号電流を受け、それが示した通りの速度でその区間を走ります。今、列車の受信機が 200km から 160km に速度を落とす信号電流を受けました。列車は自動的にブレーキがかかって速度が落ちていきます。さらに 160km から 30km に、そして止まれの信号を受信すると、例えば運転士がブレーキをかけなくても列車は自動的に止まってしまいます。ATC 装置の重要な部分は二重三重にして、1台が故障しても残りの機械が働きます。万一使用できなくなっても列車は止まってしまい、追突などの危険は一切ありません。東京駅の北の端には東京大阪間の運転電力通信などの指令と制御を総括管理する総合指令所が完成しました。その5階にはエレクトロニクス化した CTC、 つまり列車集中制御装置があります。この列車運行表示板は全線の線路配線が4つのブロックに分けて示されており、全線の列車の位置と列車番号がランプによって一目で分かるようになっています。信号制御板は全線の駅のポイントや信号機をこの制御板にある小さなスイッチで遠隔制御します。今、新横浜駅に停車中の列車を出発させました。表示板のランプが列車の動きを示しています。列車の運転台には列車番号設定ボタンがあり、これをセットすれば CTC 回線で表示板にその列車番号が現れ、その列車の進路を自動的に決めることもできます。緊急または特別の指令は列車無線で特定列車の運転士や車掌にはもちろん全列車にも一斉に連絡が取れます。こちらは列車指令3列車ですか？トンネルを通過中でも通話が途切れない設備になっています。ご苦労さん、伝達終わり。また沿線各所に風速計を設け、20メートルを超える強風が吹くと自動的に赤ランプがついて指令車に注意を与えます。 ATC 装置の一部が故障した場合にはすぐ安全側に切り替わるとともに故障の箇所が分かるようにもなっています。このほか沿線に設けた電話とも直接連絡が取れるようになっており、また沿線50メートルごとには非常の場合に列車を止める装置もあります。こうして1列車の運転は ATC で行い、各列車の運行の確認と指令は CTC 装置で行うという高度に近代化された運転方式が取られています。これは全線の変電所などを遠方監視制御する装置です。
営業開始の日が近づくとともに沿線各駅も次々に完成して新しい姿を見せてきました。改装なった始発東京駅、八重洲口の南の端には新幹線の指定券前売り所が設けられました。すでに各駅でも乗車券の前売りが始まっています。地下に収まった名店街、完成した終着新大阪駅。新幹線の駅では一般の広告や看板を掲げませんので、清潔で明るい駅となっています。現在線に乗り換える乗客用のホール、そして乗り換えホーム、中2階には地下鉄との連絡通路があり、地下鉄は今の大阪駅を経て市の繁華街と結んでいます。昭和39年10月1日、ついに営業開始の日が来ました。午前6時発超特急ひかり号第一列車は国民の期待と限りない喜びを乗せて今出発しようとしています。思えば新丹那トンネル熱海口に鍬を入れてからわずかに5年6ヶ月、日本の頭脳と技術を結集し、多くの人々の努力によってここに東京新大阪間 515km の新しい鉄道を作り上げたのです。処女列車発進。
画期的な運転方式と最高時速210キロのスピードを持つ東海道新幹線は、新しい時代の鉄道として我が国の産業文化の発展とともに限りない前進を続けていくのです。